ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。アップル&ルバーブタルト2498円です。新商品です。消費期限はあさってです。購入日含めて3日です。直径は28センチ。吹きみたいなグリーンとピンク色のがルバーブ。リンゴはカラー的に目立ちませんが、たくさん乗っかっています。ひび割れが多く、ナパージュの艶も控えめで、全体的に粗末な印象です。タルトはいつも切りづらいんですけれども、これは特に切りづらいです。いつもよりサブレ生地が硬く、ルバーブもパラパラと散らばります。8分の1サイズですと 182g、362.18 キロカロリー。12分の1サイズですと 116g、230.84 キロカロリーです。ルバーブのジャムやジュースは好きなんですけれども、繊維がある状態で食べるのは初めてです。酸味のあるルバーブとリンゴを甘煮にしてから使っていると思うのですが、タルト全体が甘くしっとりとしています。いつものフルーツタルトよりも甘ったるく感じました。ルバーブの繊維が最後まで口に残るのも仕方ないとはいえ、タルトとしてはどうなのかしらと気になりました。期待外れです。リピはしないと思います。いつものようにコンテナを逆さに使って保存します。期限までに食べきれない分はラップしてからコンテナに入れて冷凍してます。冷蔵庫解凍で食べます。ちなみに今日のケーキコーナーはアップル&ルバーブタルト2498円、パイン&ココナッツパンナコッタ1698円、ストロベリーカスタードケーキ2380円。イタリアンティラミスはメルマガ掲載で8月24日まで2198円から250円オフです。定番のトリプルチーズタルトは1580円です。ミニチョコチップクッキー60枚1498円です。加工日は今日、消費期限はしあさってです。割れているものはなく、しっかり60枚入っていました。大きさはバラバラですが 50mm から 56mm くらいです。コストコ基準だとミニなんですね。3枚で 35g、176.4 キロカロリーです。赤箱のクッキードーを焼いたようなしっとりとしたクッキーです。5mm くらいの薄いクッキーですが、割ってみるとチョコチップがぎっしりです。美味しいです。うちは食べきれますけれども、クッキーは冷凍もできます。真空パックにすると割れてしまうので、ほどほどに空気を抜いてシールします。フィグウォールナッツブレッド998円です。加工日は今日、消費期限はあさってです。久しぶりの登場かと思ったら、レーズンなしになりましたね。乾燥いちじくとくるみのみです。フィグ入りパンは大好きなので期待も大きいです。コストコならではですけれども、大きさ形はバラバラなので、なるべく丸く十文字のクープがはっきりしているものを選んできました。直径は20センチくらい、高さは8センチくらいです。パンの硬さはソフトでもハードでもない中間な感じです。断面を見るとくるみばかりに見えますが、フィグの甘さと種のつぶつぶ食感はしっかりあって、味も食感も好みです。レーズンなしになったのはグッジョブです。パン生地の甘さは控えめなので、おやつにも食事にもなるパンです。わざと大きくカットしていますが、もうね、朝食の主役ですね。気に入ってます。マサラチキンラップ5本1680円です。加工日は今日、消費期限は明日です。バーガー袋に入って食べやすくなっていますが、中が気になるので分解してみます。黄色いトルティアが鮮やかなので、ペリペリチキンラップのピンクトルティア同様にトルティアだけで販売してほしいです。11インチのトルティアでたっぷりの具材を巻いてから半分に切った感じです。お野菜はコストコのラップにしては珍しくレタスなしです。ヨーグルトソースを絡めたブロッコリーと赤玉ねぎです。1本あたりは336円なのでお高く感じますが、中には鶏胸肉がぎっちりなのでこんなもんでしょう。
ドライな茶色いソースが絡めてあって、これがスパイシーで辛いです。ヨーグルトソースが効いていることもあり、辛さは後から追いかけてくる程度の程よい中辛です。14種類の香辛料を使っているとのことで、グリーンカレーのような香りがします。娘は苦手です。グリーンカレーが好きなパパもこれはいまいちだったようで、いつも買っているロールの方がいいとのことです。全体のバランスとしてはよくできている夏らしいラップだと私は思いますが、なんだかんだハイローラーが好きなのでリピはしないと思います。期間限定なので気になる方はお早めにどうぞ。サーモン&焼きサバ寿司2198円です。リピです。加工日は今日、消費期限は当日です。生姜は1つ、醤油とわさびは2つずつ、焼きサバ寿司サーモンポキ巻き、サーモン握りが8個ずつです。家族の好みがバラバラなので競合はしません。焼きサバ寿司はごま、寿司飯、海苔、大葉、焼きサバ、青ネギを乗せてから巻いてあります。サバ照り焼き8枚 100g あたり228円で2216円です。サバはノルウェーかイギリス産。加工日は昨日、消費期限は明日です。このままでも食べられますが、温めた方が美味しいはずです。お手軽にレンジで温めました。機種によって違うと思いますが、600ワットで40秒です。グリルで焼くなら焦げないようにホイルでカバーした方が良さそうですね。献立は肉じゃがと豆腐とわかめの味噌汁です。サバは塩焼きか味噌煮が多いので照り焼きもいいですね。水飴も使っているのでツヤツヤして美味しそうです。小骨は多いんですけれども甘めのタレで美味しいです。私はサバはあまり好きではないのですけれども美味しくいただけました。今日食べきれない分は真空パックにして冷凍しました。チキンスティック&ポテト 860g 980円です。フードコートの新商品です。チキンスティックは15本で 497g、 ポテトだけですと 431g です。注文してから10分待ちで揚げたてを持ち帰ったのですが、1時間経ってしまったのでポテトがべちゃべちゃして美味しくなかったです。あと黒い点々はスパイスではなく揚げかすですね。おそらくですけれども閉店1時間前だったせいもあり、揚げ油が汚れていたのではないかなと思います。多分胸肉だと思いますが、骨なしで食べやすいですがパサパサしてお味も淡白です。私ならレモン果汁ですけれども、家族はケチャップをつけてました。フードコートの商品なのでケチャップがナゲットソース的なものをつけてほしいですね。今週のお酒はサントリー水ソーダです。キャンペーンでいただいたものなのでコストコとは関係ありません。メニューはチキンスティック&ポテト、マサラチキンラップ、サーモン&焼きサバ寿司です。買ってきたものを並べただけ、手作りなしです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。